いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。イエイイエイイエイ。自身の心といっても、凡夫の弱き心に従ってしまえば、心の可能性は急速にしぼみます。それどころか、心から悪も生じます。ここに一年の微妙な問題がある。一生成仏が主情自身の心を鍵としている以上、人間が持つ心の弱さを克服していかなければならない。それが信心でもあるのです。皆さんこんにちは。英語でそうかです。最初にご紹介したのは池田先生の一生成仏症講義なのですが、弱い心から悪も生じてしまう。そんな人間が持つ心の弱さを克服すること、それがこの信仰する意義にもなっているというところ。私は YouTube をラジオ代わりに聞くことが多いのですが、とある内容を何気なく聞いていたら非常に興味深い話をされていた方がいらっしゃいましたので、それも少しご紹介したいと思います。性善説とか性悪説とか皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、一般的に人の本性はもともと善なのだとか、もともと悪なんだとか、そのようなことを学校で勉強したかもしれませんね。しかし、例えば性悪説の悪の本当の意味は、いわゆる私たちがイメージする悪ということではなく、弱いってことなんだそうです。つまり、いい人、悪い人というのがいるのではなく、人の命には弱さというのがあり、弱い命で物事を判断するから、その人は結果として悪いという行いをしてしまう。善悪ではなく弱、命の弱さに振り回されてしまうことを示しているようです。ということで、その方は性悪説というより、どちらかというと性弱説ということなんですよ、というような内容のことをおっしゃっていました。最初にご紹介させていただいた池田先生のご書講義は結構前のものなのですが、すでにこの善悪を引き起こす命の弱さ、弱という捉え方の話をされていますね。仏法の眼から命を見ていくと、より命の全体像が浮かび上がってくるような気がします。以前ご紹介した実界論や宿命転換などは、よりもっと深くこの命の中にある弱とは何か、より具体的に映し出すことができます。ちなみに性弱説というネーミングをつけたのはどなたか存じ上げませんが、その説明をしてくださったのがキングコング西野さんのチャンネルです。西野さん、大変ありがとうございました。さて、この性弱説のようなものは私たちにとってもとても馴染みのある命の捉え方なのですが、実はもうすでに120年以上前にはっきりとついている哲学者がいるのはご存知でしょうか。ということで、英語でそうかのブログにもたびたび登場するこの方の言葉で最後締めくくりたいと思います。悪とは何か。弱さから生じるすべてのものだ。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。